カムル入門シリーズその1、カムルが生まれたわけについて説明します。CAMR と書いてカムルと言います。カムルは障害の理解とリハビリテーションのための理論です。カムルはコンテキチュアルアプローチ for Medical Rehabilitation の短縮形で、和名は医療的リハビリテーションのための状況的アプローチと言います。なぜ、カムルが生まれたかというと、今から遡ること40年前、僕が理学療法士として初めて勤めた重度脳性麻痺と筋ジストロフィー症の子どもたちの施設での経験が元になっています。ある日、廊下を歩いていると、近日の子どもたちが喧嘩を始めたんですね。一人が唾を吐くんです。これはいかんと思い、間に入って、唾吐くのやめて、なんで喧嘩始めたのと聞いていると、注意された方の子どもは下を向いてうつむいてたんですけども、吐かれた方の子どもがですね、何やらもずもずと動いてるんですね。何をしてるんだろうかと見てみますと、こんな風にしていました。ちょっと僕が再現してみます。何をしていると思いますか？まず指をくわえて、体を反らします。それから手を顔の上に乗せて、指で顔を張って上がります。で、髪を掴んで、そうですね、唾を吐いたこの頭を叩いて仕返しをしたんですね。で、僕はこの時にすごく驚きました。いやいやいや、なんだこの体の使い方はっていうふうに驚いたんですね。まるで魔法じゃないか。というのも、この子の肩周りや肘関節はフアレベルです。だから手を振り上げることなんかできません。指はかろうじてグッドレベル。でもそんな筋力で相手の頭を叩いたということが驚きでした。従来の学校教育では、何か問題が起きると、筋力、柔軟性などの要素の中で悪い要素を探す。それから、その悪い要素を直す、改善することがリハビリの治療と習っていました。でも実はこの問題解決方法は機械修理の発想なんですね。というのも、機械の作動、動き方は設計者によって決められているんで、基本悪い構成要素を直す、交換するしかないんですね。例えば、おもちゃのロボットに何か問題が起きると、電池を探したり、電線が切れてないかチェックしたり、それからモーターが壊れてないかといったふうに要素を探して、その壊れた部品を直す、交換するだけが修理法です。もちろんこの問題解決方法はとても有効なんですよね。西洋医学もリハビリもこのやり方で世界に認められたわけです。でも、作動、やり方を変化させることは考えていません。近日は筋力要素の改善はできません。だからこの子の場合、リハビリは難しいかというと、でもこの子は課題達成のための方法、やり方を自ら変えてしまったんですね。しかも自分でこのやり方を想像した。こう叩くんではなくて、体を使って叩くことを自分で考えて生み出したんですね。この課題達成のための体や筋力、柔軟性の使い方は運動スキルということを後から知ります。人では機械と違って構成要素も改善の可能性があるし、運動スキル、課題達成のやり方を新たに想像する能力も持っているということが驚きでした。でも残念ながら学校では運動スキルの意味や運動スキルを想像する能力について教えていません。教科書もありません。これはリハビリにとって非常に不利ではないかと思ったわけです。課題達成のために運動スキルや運動スキルを生み出す能力に関する理論が必要ではないかと思いました。もう一点、臨床に出て学校で習う脳性運動障害の理解の仕方、これはジャクソンが1932年発表した
階層型理論を習うわけですけれども、この階層型理論はおかしいと思うようになりました。階層型理論では、体が硬くなるのは症状として習います。その硬さの説明は、中枢神経系だけの説明によります。上位中枢が壊れて、下位中枢が解放されたといった説明ですよね。この説明をみんなの前ですると、介護士さんが、でも硬さは風呂に入ると良くなるよと言うんですね。ということは、風呂に入ると中枢神経系が良くなるのかしらって言われるわけです。いや、まあ言われると確かにその通りですよね。でも、筋肉には粘性とか弾性とかいう性質があって、温めると柔らかくなるんですよと説明すると、あら、じゃあ中枢神経系だけで説明してるわけじゃないじゃないっていうふうに言われて、確かにその通りだなっていうふうに思いました。それ以外にもですね、実際階層型理論は多職種の間でも評判が良くないんです。というのも意味がわからないとか、説明が難しいとか、神経で説明されても現場で出会う子どもたちとの経験の実感、納得が得られないといった話をよく聞きました。その後、いろいろ勉強してみますと、理論は説明のアイデアに過ぎないっていうことを知ります。階層型理論も説明のアイデアを仮定しているだけですね。でも学校では国家試験のために正しい答えとして階層型理論は真実のように教えるものですから、僕のようなうっかり者はやっぱり真実として受け取ってしまったんですね。でも、さらに勉強するとですね、現実に階層型理論の矛盾や間違いが新しい発見や研究を通して指摘されていることを知ります。それはまあそうですよね。約1世紀前の理論なんで、間違いや矛盾が指摘されるのも当たり前のことです。それで脳性運動障害が多職種でも容易に理解納得ができる分かりやすい共通言語としての理論が必要と思うようになります。この疑問に対してその当時1990年代ですけれども提案されたのがシステム論というわけです。このシステム論をもとに悩みながらいろいろと試行錯誤をします。そうすると運動システムの作動の特徴をもとに考えるのがいいのではないかと思うようになりました。例えば、普段のみんなが日常で動く経験を観察して分かる作動の特徴があるんですね。例えば、何か問題が起きると、自律的に問題解決を図るっていう特徴が運動システムにあるんですけども、これを中心に考えていくと、脳性運動障害の症状や現象が実感を持って納得できるようになります。それで、カムルは運動システムの作動の特徴で理解するということを中心に組み立ててきました。運動スキルやそれを想像する能力も説明できる。それから誰でも日常の生活経験をもとに運動や障害を理解できる。そしてカムルを共通言語として多職種間でのコミュニケーションがスムーズになるということも分かりました。もちろんカムルも仮説なんで将来的には矛盾や間違いが指摘されるかもしれません。でもこの分かりやすさや共通言語として使えるっていうところがみんなに伝える価値はあるかもというふうに思った次第です。これで今回の講義は終わりです。次回の動画はカムル入門その2、運動スキルを創造する能力についてお話ししたいと思います。それでは、さよなら。